こんにちは。今回は更新されたバージョン 5.6 螺旋12層5月更新版をやっていきます。いつも通り星5キャラ無凸、星4武器のみ、生異物スコア130以下縛りです。今回の螺旋前半は2魔のからくり陣形以外は凍結する敵ばかりなので、前回に引き続きエスコフィエの凍結編成の接待螺旋って感じです。1魔のファギュイ従者の風と3魔の大霊の化身の雷以外は元素耐性に偏りがある敵もいないので、風、雷、物理以外の編成なら大体通りそうですね。ということで前半はヌビレットハイパーキャリーを使っていきます。エスコフィエは氷耐性を 55% 下げてくれますが、白念とカズハがいれば2人合わせて 75% 下げることができます。今期の敵は2体ずつ出てくる場面が多かったので、ヌビレットは非常に使いやすかったです。1魔の敵はエルマイト旅団の岩の後ファギュイ従者の風が2体です。ファギュイ従者はカズハで上に浮かせて落下ダメージを稼ぐと楽です。祭霊カズハとかいい感じですね。ということで前半突破して後半です。後半は螺旋初登場、輝ける溶岩の竜像です。この敵は炎元素攻撃を当てることで HP ゲージ下のゲージが溜まっていき、いくつかの効果が発動します。まず最初のゲージを溜め切ると、最初のアースゴーレム形態からこの妖艶の竜形態に変化します。最初のゴーレムは全耐性が非常に高くなっていますが、この形態になることで炎以外の元素耐性が大幅にダウンします。さらに炎元素攻撃を続けることで2個目のゲージが溜まっていき、50% まで貯めるとダメージとひるみが入り、全て貯めるとこのようにダウンを取ることができます。ダウン中は炎元素を含めた全耐性が大幅に下がるので、このタイミングでダメージを入れていけるといい感じです。ということで1魔後半は炎元素攻撃ができる編成がおすすめです。ちなみに妖艶の竜になった後水や氷元素を当ててしまうとアースゴーレム状態に戻ってしまうので、基本的にはカフカ、燃焼編成あたりを組むと良さそうです。また妖艶の竜形態の時は炎元素耐性だけが高いので、なるべく雷格差元素でダメージを出せる編成でいくか、今回のシュブルーズのように炎元素耐性を大きく下げられるキャラを採用しておくとダメージが通りやすいです。無難なのはキーニチやバレサなどでしょうか。ということで後半はシュブルーズカフカ編成です。今回は2魔3魔の対策として炎主人公を採用しています。炎主人公メインアタッカーとして普通にそこそこやれますが、特に夜根属性の攻撃頻度という意味で非常に強力です。今回は2魔3魔でこれが生きてきますね。ということで1魔突破です。2魔です。3ウェーブ、最初にマシナリーの前座が2ウェーブあった後、からくり陣形です。からくり陣形自体も途中で分裂するせいで3ウェーブ線っぽい感じなので、体感では合計5ウェーブ線ですね。ウェーブ線が苦手な編成だとちょっと辛いところです。今回の編成も本当はカズハを一旦場に出し直して推力をかけ直さないと耐性ダウンが入らないんですが、前座の敵は HP が低いので気にせずにそのまま攻撃しています。ということで前座が終わってからくり陣形です。からくり陣形は物理耐性が非常に高いですが、その他の耐性は全部同じなので、元素攻撃をやる編成なら大体どんな編成でも OK です。からくり陣形は HP が一定以下になると4つの遺跡騎兵に分裂します。この時それ以上 HP が減らなくなるラインがあるので、分裂する気配を見せたら攻撃の手を一旦緩めて分裂後に全力出せるように準備するのがおすすめ。分裂した騎兵のうち印がついてる1体を倒すことで本体の無敵状態を解除することができます。4体のうち誰に印がつくかはランダムですが、それぞれ HP が違うのでガチャするとちょっとタイムが変わります。狙い目は今回の小さいやつかチンアナゴです。今回のガチャは当たりでしたね。ちなみにクラゲが大外れです。遺跡騎兵を倒すと本体に攻撃が通るようになるので、あとは普通に倒しきります。ということで前半突破です。2魔後半はミミックフローラが2ウェーブです。ミミックフローラは巨海力バリアという特殊なバリアを持っており、これは元素攻撃を当てることで削ることができます。ここで重要なのは元素攻撃の回数です。ジュブルーズ爆発のように多段でヒットする攻撃やフィッシュルのように継続的に裏から元素攻撃を行ってくれるキャラが有効です。また巨海力バリアは夜根性質の攻撃によって大きく削ることができます。特に炎主人公はスキル爆発によって夜根性質の攻撃をできるほか、貫突効果によって夜根のカゴ状態にあるとき通常
銃撃、落下攻撃が夜根性質の炎元素攻撃に変化します。ということでミミックフローラに対して炎主人公はかなり良い選択肢です。巨快力バリアを破壊するとダウンした後動き出し、しばらく経つと再び巨快力バリアを張ってきます。できればバリアを張り直される前に倒したいところ。ということで2マも突破です。3マです。前半は遺跡重機と大霊の化身の2名武戦です。大霊の化身の試練の時によって元素エネルギーを吸われてしまうので、遺跡重機を倒しきる前に元素爆発をある程度打ったりして体勢を整えておくといい感じ。ということで前半はヌビレットハイパーキャリーでした。今期の螺旋、前回と比べるとちょっと楽になったかなという印象です。特に前半はバリア割りとかもなく通る編成は多いかなという印象です。まあその分敵は普通に硬いんですが、おすすめの編成はやはり地脈以上で接待されているエスコフィエの編成ですが、どちらかといえば前半は自分の環境の中で火力を出せる編成を組むと良さそうです。今回のヌビレットのような編成でも良いですし、蒸発や妖怪などの編成も普通に刺さりそうです。爆発アタッカーだと2マのウェーブ戦がちょっと辛い場合があるかもって感じ。ということで前半突破です。3マ後半は深淵なるミミックパピラ。2マのミミックフローラと同様に巨快力バリアを割ることが重要な敵です。巨快力バリアを割ることでダウンを取ることができ、この時元素耐性が大幅に下がります。またダウンから起き上がった後も通常状態よりは耐性が下がっているので、本的には巨快力バリアを割って倒します。今回はフィッシュルと旅人の攻撃によって巨快力バリアを壊し、その後ローテーションを開始しています。巨快力バリア、元素攻撃によって削ることができますが、他にも燃焼が非常に効果的です。燃焼は継続時間中勝手にダメージが発生しますが、これによって持続的に巨快力バリアを削っていくことができます。1マの輝ける溶岩の竜像も炎元素が有効だったということで、後半はやはり燃焼編成接待感があります。キーニチやエミリエを持っている人は使っていくと良さそうです。あとは今回のようなカフカ編成も良さそうでした。1マがなんとかなるならチャスカとかも良さそうですね。前半が割と何でも良さそうな分、後半はちょっと編成が縛られている印象でした。機構デバイスとかもいないし操作難易度は低めかも。ということで今回も無事にクリアできました。最後までご視聴ありがとうございました。今期もいろいろな編成で螺旋をやっていくつもりです。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後にステータスの紹介です。